さて今回は入力規則のリストでインダイレクト関数を使ってみたいと思います。この区分1で野菜と選んだら、ここも野菜のが出てきて、果物と選んだら果物が出てきます。下手に作るとこのように意味のない白いものが出てきてしまうので、気をつけて作っていきましょう。ではテーブルはテーブルシートになります。そして最初の区分はもう入れてあります。ここは普遍的ということでそのまま使いましょう。ここで野菜を入れたらこれが出る。果物を入れたらこれを。肉といったらこれ。よくあるやつですね。これをインダイレクト関数と入力規則のリストを使ってやろうというありきたりのものになります。よくあるのはここでごまごまやってしまうやつですね。私のいくつかの解説動画を見た人ならわかると思うんですが、あの中でやるのはあんまりおすすめできません。今回はインダイレクト関数を使うんですが、わかりやすく作るためにいろいろ考えてみましたので、見てみてください。まず、これを選んだ時に、下のをこう出します。インダイレクト関数を使うんですが、まず名前を作っちゃいます。ここ全体を選択しますね。コントロールシフトアスタリスクでいいでしょう。ここで、じゃあまず名前を作っちゃいましょう。A1 を選択して、コントロールシフトアスタリスク。ここで、数式タブの選択範囲から作成。これで上端行 OK。そうすると自動的にこの1行目の名前で作られます。このままだと全部最終この空欄の方も入っちゃうんですね。こういう時どうするかというと、また同じようにコントロールシフトアスタリスクを選んで F5 セルの選択、空白セル、ここで右クリック削除で上に詰めましょう。そうするとこのように必要なものだけ名前の範囲になりました。さて、じゃあここからインダイレクト関数を使うんですが、ここからがちょっと簡単にしたところですね。もうここで使っちゃいます。インダイレクト。どこを参照文字にするかというと、ここですね。よいしょ。するとこんな風に出るんですね。ちょっと見てみましょう。ここで果物とやるとリンゴが出ましたね。じゃあここに入力規則で作るんですが、あん中でやると分かりづらいのでここでやりましょう。ではここでオフセットを使います。オフセット参照先はよいしょ、ここにしましょう。リンゴリストの一つ下ですね。行数と列数は0です。一応今高さ6とかにしておきましょう。するとこうなります。そしてこの高さは可変にしたいので、カウンタ空白以外のセルを数えます。E を選択してエンター。4になります。しかし3なのでタイトルが入ってるんですね。マイナス1。うまくいっているようであればチェックしましょう。野菜6になりましたね。うまくいっているようであればこれをイコール以外を切り取って、さっきのオフセットの高さのとこうやって貼り付けましょう。これで必要なものだけこう出てくるようになりました。ここまで出来上がったらこれを全体を切り取ります。そしてデータの入力規則でリストを選んで貼り付け OK。 これで完成しました。こういうことですね。インダイレクト関数をごちゃごちゃ作らずに、まず名前を使っちゃうと。そしてここにもう出しちゃう。昔はできたかわかんないんですが、今は範囲のアドレスを返すとこのように関数を入れたセルを飛び越えてこう出てくれるんですね。これを利用して作ってみました。いかがでしょうか。